今ね、私は新宿に来てます。なんで新宿に来てるかっていうとですね、新宿といえばさ、この車だよね。宣伝カーみたいなやつ。そう、なんで新宿にいるかっていうとですね、ちょっと書道作品を作ってですね、でそれを額装をしに世界堂さんっていうところにお願いをしに行ってたんです。でそれを私は今日は回収しに来ました。回収。でもお腹空いたからちょっと新宿でちょっとご飯食べようかなって感じです。何が食べたいとかありますか？ゴールデングラッシュ。ありだね。早速。楽しみなんだけど。じゃあいただきます。初めて来た美容室で1回目のブリーチしてます。色がねどれぐらい抜けてくれるかちょっとわかんないからとりあえず待ちです。ブリーチね2回目やってきます。やっぱり1回目だけどダメだったみたいな。ブリーチ2回目中、この後このベースの色をね決めてきます。何色になるかを楽しみに。でもめちゃくちゃ変わりましたね、こうやって見ると。暑いね。暑いですよ。夏だね。最高やね。今ですけど、この前作った書道作品をとある方の元へ届けに行きました。そうですね。結構重かったですよ。大きかったからね。そう、送ってもよかったんだけど、ちょっと気分転換もしたかったんで、もう持ってきちゃいましたって感じで。まあ近かったからね。はい、そういうことですね。で、私さ、今日さ、まださ、一日起きて作業をねずっとしてるんですけど、用事をやったりしてるんですけど、お腹がめっちゃペコペコで今日まだご飯まともに食べれてないのよ。結構美容室に時間かかってたよね。そうなの。だからちょっと食べるわ私。ここにめちゃくちゃ本当に美味しそうなハンバーガー屋さんがあったからさ、ちょっとハンバーガー食べます。じゃーん、届いた。てかさ、これさ絶対美味しいところから出てくるピクルスだよね。このピクルスが出てくるところは、いただきます。はい、ハンバーガーを食べてお腹いっぱいになったところなんですけれども、紙芝居始まるみたいな言い方やばすぎやろ。いやでもめちゃくちゃハンバーガー美味しかった。でもさ、秋葉にさ、ハンバーガー屋さんあるじゃない。名前なんだっけ、星マークのとこ名前忘れちゃった。カーネル・サンダース。違う、それケンタッキーそれ。いやでも多分知ってる人もいるかもしれないんだけど、あれめちゃくちゃうまいよね。うまいね。駿河屋の隣だっけな。そうそこら辺にあるやつ。そうだよね。でも名前だけど忘れちゃった。リバティの隣みたいな。そうでもそこら辺星マークみたいなところね。そこ美味しいからおすすめです。秋葉に行かれる方。確かにあそこもうまいね。美味しい、おすすめです。これさ、私今シャカシャカして、その後に磁石をつけてね、獅子がこう取り外せるようにしてる。これやらなくても多分いいし、接着剤でもう固定しちゃうというやり方もあるんですけど、私は基本的にもう外せるタイプにしてます、最近は。そうするとさ、一回もう接着剤つけちゃうともう外せなくなっちゃうから、私的には最後までこう外せるようにしたいんだよね。あと外せるようにすると持ち運びを最悪するっていうシーンでもやりやすいんだよね。なるほどね。そういうメリットはあると思う。それにしてもさ、このさヤスリかけてる時ってさ、マジで無になりそう。そういう作業ってマサさんは好きな方？無理です。なんかさ、単純作業っていうのかわかんないけど、単純作業っていうかもうこういうのってどちらかというとなんか職人的なさ領域に入ってくるのかもしれないけど、私はさ、ちなみにこういうのは早く塗りに入りたいなって思いながらやってる。いつも正直者だね。いやそこはね、なんかね、やり始めたら夢中になっちゃったりするんだけれども、基本的には早く塗りたいなと思いながらやってる。でもなんかさ、バリとか取ってさ、こうツルツルになっていく過程っていうのをさ、掃除してるような感覚でさ、それはそれでいいのかなっていう感じもするけど、ね。いやそうだよ、そういう気持ちもあるけどね。でもどっちの作業が好きかって言ったら塗りの方が好きだよ。なるほどね。私はね、それはそうだよね。なんかずっと色を扱ってきてるわけだからね。そこはね。でも意外とこういうの好きって方もいるよね。いるかも。やばいものが届きましたっていうことで、ちょっと開封していいですか？今作業してたんだけれども。そうだね、とりあえず受け取っといたんで。というのもね、これ作業にかなり密接に絡んでくるものなんですよ。だから今やってるものが終わってからやってもいいかなとも当初思ってたんだけれども、もうこれ開けちゃって
もう早速使っちゃおうかなみたいな感じで思ったので、ちょっと開けます。これはねかなり楽しみにしてました。あ、本当。かなりね、正直言って。開けたら理由がわかると思う。組み立てとかが必要になるものだから、ちょっと気合を入れてやっていきたいと思います。開けたんだけどさ、もう組み立ってんのねこれ。そう、組み立てがいらんのよね。なんか意外といらんかった。いや、そう意外といらなかった。ちなみにさ、この状態でさ、何かみんなわかるかな。 GSI クレオスっていう名前がね、もう画面のところに映っておりますよ。あ、でもこれやらない人からしてみればクレオスっていうの見ただけちょっとわかんないかもね。確かにね。そうだね、これで実はね、塗料ラック、塗料棚って言った方がいいのかな。なんかお店とかにさ結構あるようなさ、塗料棚なんだよね。そうなのよ。これはさ、正直塗装してて自分でね、まあ要はだからこの塗料をね家にたくさんあるよっていう人からしてみればさ、ぶっちゃけなんか誰も一度はなんか憧れるものなんじゃないかなって思う。てか少なからず私はそうだったのよ。ついに手に入れてしまったかという感じ。そうだよね。マジで今超楽しみでしかない。こんな感じで入ってるわけだよね。しかもさ、びっくりなのが見てよこれ。シールも入ってる。これさ、もうこれ固定できるパターンよね。もう全色マスターしますみたいな。してくださいみたいな感じだよね。そういうことよね。だからそういうやり方もできるってことよ。まあこれすげえな本当に。だからここにさ、こう塗料がバーってこう入っていくわけだよね。ここにビューってね。でそれがあれだよ、引き出しみたいな感じか。これが。これ引き出しだから、その下に一番下に来るやつ。運びますよじゃあ。やったね。どう？とってもいいよ。温度。かなり。こういう感じか。あ、もう早速並べてんのね。分かりやすいのが、ここが今ちょうど同じ色があるじゃん、だからこれも同じ色だらもう完全にどれとってもさ、こうやってさマジストックって感じでさやれるんやけど、だからあれだよね、この違う色をこことかに置いちゃうとさ、当然さ取りにくくなってくるから、大体やっぱ同じ塗料置くのが一番ベストな使い方よね。まあ確かにマジでこれは神だよ。導入してよかったですね。導入してよかったね、本当に。なんかさ、ストレスなくできるっての大事だよね。いや本当にやっぱストレスフリーでやんないとさ、いやそこよね。並べたら結構圧巻な感じになりそう。なんかマジでお店みたいな感じ。いやマジなると思う。それ超圧巻だと思うよ。はい、今入れてみた。ちょっと全部は入れてないんだけど、持ってる塗料全部ってことねは入れてないんだけど、一旦こういう感じでちょっとざっくりと。ちょっと上のさ、上ちょっと上ここ値札ついてるとさ、これめっちゃお店みたいになるねこれね。いやでも分かる、確かに値札増えてるとちょっとお店感出るね。いやこれさ、なんかお店にさ並んでるさ、なんか番号通りにさ全部さ並べたらマジでただのお店になるね。引き続き作業に戻りたいと思います。はい、シャカ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 再開ですよ、再開。これね、このヤスリがけの作業はね、これは彩色用キャストなんだけれども大切な作業なんですよ、この下処理っていうのは。これをね全くやらないでやると多分出来上がりのさクオリティにね結構差が出ちゃうからやらないといけないんですよね。なんだけどね、ぶっちゃけるとね、私はねシャカシャカ下処理をする作業はねあんまり得意じゃないんだよね。でもね、これを乗り越えないと大好きな塗りの工程に入れないので頑張りますよ。まあでもね、大体できてれば大丈夫っていうところまでやって、あとは塗りに入っていこうかなと思います。シャカ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 よこらせ。よいしょ。こんなもんじゃないかな。こんなもんでいいんじゃないかな。でね、下処理終わったからさ、早速これから塗装に入ってくんだけど、ちょっとね色をね変えたいと思います。最初黒ベースにするって言ってたんやけど、白ベースに青にしてく。急遽変えます。もともと1回は出てきた構想の中の一つだったんだけど、ちょっと今ギリギリまでやっぱり悩んで、最終的に白ベースに青にすることにしました。で白ベースに青にするから、青により映える髪の毛にするために、前回塗ったリリエルの時はオレンジ気味の髪の毛にしたんだけど、そうじゃなくってちょっともうちょっと明るめの、なんていうかな、イエロー系のなんか金髪みたいな感じで、ちょっと透明感をね青に合う感じで出させたいと思う。もう変えない。そう、もう変えないわ。なんかあんだけ冒頭でさ変える変えないなのなんかいろいろ言ってたけど、言ってたっけ、言ってたか、言ってたっけ、やばいもう忘れちゃったわ。まあいいですけど、まあとにかく変えます。肌を塗っていきますよ。はい。で私さ1回もちろん塗ってるわけだけど、前回リリエルのね、その時に塗っていった肌のテイストとは若干色味とかはちょっと違う感じになると思います。全く同じ色にするって結構難しそうね。それもそうだし、意図的にちょっと変えようとして今回は塗ってますよ。なんかさレシピみたいなのを取っておく人もいるじゃない。カラーレシピみたいな、そういうとこってどうなの？なんか人によるとは思うけど。
なんかそれで言うと私の場合は基本的に取らない人です。ああ、芸術家タイプや。いや、どうなんだろう。でもまあそうかな、私の場合は。なんとなく。でも最近ベースっていうところだし、これでもう終わりじゃないからさ、こっから色を重ねていって、さらにしかも最終的には筆でベタって影も入れちゃうからさ、あんまりねここの色だけが重要じゃないんですよ、私の場合。ああ、なるほどね。そうそうそう。だから毎回ね別に取っとかないですよ。まあ微妙に違ってるっていう感じなのか、毎回毎回。そうそうそう。なんかレイヤーをいっぱい重ねていく感じで私の場合はやってることが多いから、今塗ってるこれはそこまでね私の中では重要じゃない。重要だけど重要じゃないみたいな感じ。なるほどね。バイ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 。ニョキニョキニョキ。遊んでんの遊んでんの遊んでるの。でこれもさ、もうさテープで隠してない感じよ。それにしてもさ、リリエルってマジムチムチで可愛いよね。ね、すごくいい肉感ですよ。そう、私の中ではデジャブやと思いながらもさ、楽しく塗ってる感じですよ。やっぱ色描いて塗るの楽しそうだね。そうだよ。カラーリングベースカラーにして。そういうこと。終わってる。終わった。はい、ベースが終わりました。これをしっかりと乾燥させてる間に、次は洋服のねベースをやっていきたいとはい、で次は洋服のベースをやっていきたいと思います。やっていきます。これ塗りました。これ分かりにくいと思うけど、こっちが塗ってないカラーでこっちが塗ったから、比較するとちょっとわかるかな。若干色味調整してます。今塗ったベースの色なんだけど、ちなみにこのベースの色に関しては私前回使った色を取って今塗っていってるんだよね。なんかもうこれに関しては最初からなんて言うんだろうな、もう一回塗るっていうのが分かってたから、あえて残してたっていう感じ。ただ肌の色はベース残さなかった。この洋服の色は残して今塗っていってますね。で今なんていうのかな、筆塗りの作業に入る前の工程をやっていってるんだけど、この段階でも結構色をのせていってる感じですね。おはよう、朝になりました。私は今ね、これね、じゃ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 ーん、スムージー飲んでました。最近さ、めっちゃ私スムージーでハマってんのよ。なんかなんだっけ、ミキサーじゃないけどミキサーでいいのか、ジューサーじゃないから、こうハンドミキサーみたいな、牛乳と野菜とか果物とかぶち込んでもう秒でできるから、栄養価高い飲み物ができるからさ、最近めちゃくちゃ実はハマってます。でこの後も結構まだまだ工程があるんですよ。今まだ肌塗って洋服のベースを塗ってる段階でしょ。だからフィギュアとして今組み立ててもまだ全然もう目も入ってないんでね、まだ全然未完成なんで、肌の続きをやりつつまた次アイペイントに進んでいくっていう感じです。目が入るともうかなり印象変わるから、この前出した動画はね、ミクね、中野ミクちゃん塗ったじゃないですか。あれ目をねちょっとリアル系に変えるってやつやったけど、全然印象変わるじゃないですか、みたいな感じで次リリエル目描きます。前回作ったリリエルの目はこう柔らしい感じの目で描いたと思うんだけど、今回ねちょっとだけ表情もね変えようと思ってるんですよ。だから多分ね全然違った仕上がりになると思いますよ。今日の動画はだからまだ完成まで見せてないんだけど、結構私こういう感じでなんていうのかな、日数かけて作ったりもしてるんですよ。多分1個の動画にまとめると結構ギュッて短くなって十数分とかで終わると思うんだけど、なんか分けようと思ったら結構日数かけてる動画はいろいろなことやってるから、こういう感じでなんかリアルな感じもちょっとこれからみんなに見せていこうかなって思ったので、なんかその方がなんかどういう感じで作ってるかっていうことも結構わかるかなと思ったんですよ。結構実は質問とかもいただくんですよ。なんかどういう感じで作っていってるんですかみたいな感じで、あとどれぐらいの日数をかけて作ってるんですかみたいな、なんか私的に結構一言で言うの難しいものがあって、でもちろんね、ものによってはなんか1日ぐらいでやったりとか、あとガッてもうその塗り作業だけをやってる日とかはもう早く終わったりとかするんだけど、私この YouTube に載せてるものだけをやってるわけじゃない時も結構あるので、だからなんかある意味なんかそういう今までよりかリアルな感じの温度感でなんか伝えていけたらいいかなっていう風に思ってます。ちょっと長々話してしまったんだけど、今日の動画はこういう感じです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。